この話の始まりは1960年代、バヌアツのエファテ島メレヘーゲンで行われた発掘調査、南太平洋の古代文化ラピュタ土器の調査の中で、なぜか日本の縄文土器と瓜二つのものが混ざっていたのです。こんにちは。世界をつなぐ古代の話です。オーストラネシア人移動の真実をたどるシリーズ、今回は南太平洋で見つかったと言われている縄文土器の謎について詳しく掘り下げていきます。ラピュタ土器というのは、櫛のような道具を押し付けて描く幾何学模様の装飾が特徴の土器です。一方、縄を押し付けて作る縄文土器とは、装飾の技法も見た目も全く異なります。そのラピュタ土器の遺跡から縄文土器にそっくりな土器片が見つかった。これはあまりにも意外な発見でしたが、当時は決して大騒ぎになったわけではありませんでした。この土器を発見した考古学者の見解は、非常に奇妙だが結論は出せないという慎重なものでした。土器が見つかったのは地表近く、地層の中ではなかったので、年代の特定が難しかったこと、またほんの数辺の発見にとどまっていたことなどから、当時進められていたポリネシア人の祖先の足跡をたどるラピュタ文化研究の対象には当然のことながら含められませんでした。長い間ほとんど忘れられていたこの土器片が再び注目を集めたのは1990年代になってからのことです。最新の科学分析を行った結果、紀元前3000年頃に作られた可能性があり、しかも土器に含まれる砂硫や火山ガラスの成分は青森県北部の縄文土器と極めてよく一致しているという驚きの研究結果が発表されたのです。謎はさらに深まります。エファテ島で最初の定住の痕跡が見つかるのは、およそ紀元前1300年頃のラピュタ人の時代です。もしこの土器が本当に紀元前3000年頃の縄文土器だとすれば、それよりおよそ1700年も古いことになります。つまりまだ人が住んでいなかったはずの無人島に縄文風の土器だけが存在していたことになってしまいます。でも土器が作られた時代にそのまま運ばれてきたとは限りません。何世代にもわたって受け継がれ、島から島へリレー式で渡ってきた可能性も考えられます。果たしてそのようなことは可能だったのでしょうか。最も考えられそうなルートをたどっていってみましょう。まず注目したいのがエファテ島の北西に位置するビスマルク諸島です。ここにはラピュタ土器が現れるはるか昔から、島と島の間を行き交う海上ネットワークが存在していたと考えられています。もしこの縄文風の土器が外部からエファテ島へ運ばれてきたのだとすれば、まず考えられるのがこの古代の海上ネットワークを通って運ばれてきた可能性です。その海上ネットワークの要となっていたのが、氷河期の時代から続く黒曜石の交易網です。黒曜石は刃物として使われていた貴重な石で、古代の人々がどこからどこへ移動し交流していたのかをたどる重要な手がかりになる石です。この地域の最大の黒曜石の産地がニューブリテン島にありました。ニューブリテン島というと少し難しそうな名前ですが、実は意外と日本人にもゆかりのある島です。太平洋戦争中、日本軍の航空基地が置かれていたというラバウルの町は、この島の東の端に位置しています。このラバウル近郊のワタム島というところで最も古いラピュタ土器が出土していたので、黒曜石の最大の産地が存在するニューブリテン島こそがラピュタ文化の発祥の地だろうと考えられていたのです。しかし1980年代、その定説を覆す重大な発見がありました。それまでラピュタ文化の発祥の地と考えられていたビスマルク諸島の中心部ではなくて、北の端の小さな島により大きな居住跡が見つかったんです。縄文風の土器がどこから来たのかをたどる上で、初期ラピュタ文化の中心が交易圏の北の端に位置していたというのは非常に興味深いポイントです。なぜ北の端の小さな島に最大の遺跡があったのでしょうか。もしかしてその先にある別の海へとつながる玄関口だったのでは、などと考えてしまいます。
オーストラネシア人の移動ルートを示した地図のビスマルク諸島の北にはマリアナ諸島のエリアがあり、ここには紀元前1500年頃という年代が記されています。マリアナ諸島はもともとは人の住まない無人島だったので、この年代は人が移住してきた年代を示しているのです。マリアナ諸島に最初に移住してきた人々はラピュタ人となって南太平洋へ渡っていった人々と共通の祖先を持つオーストロネシア系の人々だったと考えられています。彼らは後に巨大な石柱を建てる巨石文化ラッテストーン文化で知られるチャモロ人の祖先です。言語や DNA の研究によると、彼らのルーツは東南アジアの島しょ部にあり、フィリピン方面からマリアナ諸島へ渡ってきたとされています。フィリピン方面からマリアナ諸島までの距離およそ2000から3000キロ。この海域、海流も貿易風も西へ向かって流れています。古代人の航海技術は潮の流れと風の向きを利用するものだったはずです。それなのにこんな悪条件でも海を渡れたのでしょうか。もしかすると古代の航海者たちが利用していたのかもしれない海流があります。それが赤道韓流です。貿易風が海水を西へ押し続けるため、太平洋の東側の南米付近の海面は低く、西側のインドネシア、フィリピン付近では海面が高くなります。するとその高低差を解消しようとして一部の海水が東へ戻る現象が生まれます。これが赤道韓流です。この流れは季節によって位置や強さが変わる不安定な流れですが、熟練した航海者ならこれを追い潮として利用できた可能性があります。もしそうだとすれば、航海者たちは島伝いではなく赤道韓流が使える南寄りのルートを進んでいたのかもしれません。直線距離で見れば実際ヤプ島やパラオ島のような立ち寄ってもおかしくない島はあります。ところがこれまでそのような古代人が立ち寄っていた痕跡は見つかっていないと言います。そして最後はグアムへ向けて北へ進路を変えます。星や風、潮目を読みながら進路を修正する。ここでこそ高度の航海技術が生かされたのでしょう。季節ごとの風や潮流のデータを組み込んだ2013年発表の航海シミュレーション研究によると、台湾やルソン島などから直接マリアナ諸島に到達することは極めて困難である一方で、東インドネシアやニューギニア周辺を出発地として季節風を利用した場合には高い確率で到達できるという結果が示されています。ただし、この研究では赤道韓流を利用したとまでは結論付けられていないので、この話は一つの仮説として聞いてください。もしマリアナ諸島へ向かった人たちが赤道韓流を利用していたのだとすれば、ビスマルク諸島へ渡ったラピュタ人の祖先たちも同じ海流を利用していた可能性が見えてくるのです。南半球でも東へ向かうには西へ流れる海流と貿易風に逆らわなければなりません。そこで考えられるのがマリアナ諸島での航海と同じように赤道韓流を利用したルートです。ニューギニアと北岸には季節によって流れる向きが変わる沿岸流があります。東向きの季節であればその流れを利用して赤道韓流から南に進路を取りやすくなります。その流れに乗って到達しやすい海域がビスマルク諸島だった可能性があります。前半でお話ししたムッソー諸島、なぜラピュタ文化の最古級の遺跡がビスマルク諸島の北の端の小さな島に残されていたのか、ここで一本につながってくるのです。ここで考えてみたいのが、その後この2つの海域は交流していたのかどうかということです。もし交流が続いていたのなら、マリアナ諸島でもビスマルク諸島の重要な交易品だった黒曜石が見つかっているはずですが、残念ながら現在のところそれを示す証拠は見つかっていません。むしろマリアナ諸島の土器や生活文化は北フィリピンとの共通点が多く、フィリピン方面との交流はずっと続いていたと考えられています。日本でもビスマルク諸島と同じように古くから黒曜石が利用されていました。船でしか行けない島の黒曜石が本州各地の縄文遺跡で見つかることは縄文人の優れた航海能力を示す証拠だとされています。
実は黒曜石を刃物として利用する文化は世界中のどこにでも見つかるわけではありません。そういう意味では黒曜石文化を持つ日本列島とラピュタ人の故郷ビスマルク諸島は何か古代のつながりがあったのではないかと思ったのですが、その中間にあるマリアナ諸島では黒曜石が使われていた痕跡は残っていません。小笠原諸島の父島や母島で発見されている土器や石器、そのさらに南にある北硫黄島に残された先史時代の遺跡の発見から見えてくるのも、縄文文化というよりマリアナ諸島の海洋民との強いつながりです。地図上では始末体の交流が可能だったのではと思ったのですが、それを裏付けるような考古学的な証拠は見つかっていないようです。こうして見てくると、バヌアツで発見された縄文風の土器について小笠原諸島やマリアナ諸島島伝いのルートから説明することはちょっと難しいようです。縄文土器片が運ばれたルートは見つかりませんでしたが、次回はラピュタ文化が誕生する以前の南太平洋の島々に目を向けてみたいと思います。スンダーランド起源説を提唱したステファン・オッペンハイマーが具体的な航海ルートや海流について述べているわけではありません。しかし近年の考古学的な発見はラピュタ文化以前にも人や物の交流があった可能性を少しずつ示し始めています。そこには縄文文化とどこか共通する文化や暮らしが見つかるのでしょうか。それとも全く異なる世界が広がっているのでしょうか。その可能性を探っていきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。